はい、おはようございます。おはようございます。4日目。4日目。ね、最終日ですね。そうですね。今日はフリーなので、あちこちをちょっと弾丸してね、ガイドに聞いたところとか、今まで見てきてこの時間だったら良さげだなみたいなところをね、回ってみたいと思います。情報はもらったけど自力で。そうだね。ストライパーキャッチを目指したいと思います。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。で、初日来たところですね。前回はもう最干潮付近だったけど、今回はもう満タンですね。9年前はだからあそこの水路でね、君がバクったところですよ。バクりましたね。そこの草にランディングしたの覚えてるので、なんか水的にはこの下げのタイミングがいいのかな。昨日検査壮絶に酔っ払い寝落ちしてましたよ。なんかそうみたいね。全く記憶がないよ。語ってて、でなんかまさち来年の遠征はどうすんのさっつって、でルースターフィッシュがいいですって言ったら、そうだなっつって、俺をそうだなにしちゃ長いな。ほぼ意識ないもんな昨日。最高に幸せな寝落ちです。やっぱ船疲れちゃうからね。ボートはね、疲れますよね。うわ、釣れそう。いい作業ですね。そうだね。よし、ここはもういきなり俺はもうすね込んでいこうかなと。もうすね込んかな。よし。でも今回終始風吹きましたね。ずっとだったね。ずっと。残念ながら。でも一昨日は晴れて少しは気持ちいい時間がありましたけど。まあでも先週のその4日間の大嵐後だとしても、まあちょいちょい要所要所バイト取ってたからね。そうですね。まあそれでも昨日もボートであれだけ走り回って結果船中ストライパー3本ですからね。やっぱ海がちょっと全然また回復してないんだろうな。なるだけブルーフィッシュ爆笑してたな。パトリックで。俺だってブルー2バイトかだけだわ。もう1本ぐらい釣りたいと思ってたんだけど、どうやったらブルーフィッシュのね誘う釣りなのか分かんないから自分を攻め込んで。今日一番やりやすいわ。魚が入ってるかですね。一回その嵐で出てって、そうだね。まあから1週間6日目ぐらいってことですよね。で結構潮回りだから意外と、戻ってきそうっていうか、それなり海水が入ってきますよ。水澄んでますもんね。水潮じゃないし、もっと上の方でしたね。上の草のとこでしたかね。そうだね。あの流れの中、流れてるところで出ますよね。あの辺が一番細いところかな、水路がね。もうベイトいっぱいいる。でも最初ここのラインでもやっぱ釣ってたわ。そういえば釣れました。ね。でそこの前ぐらい。いやいい地形してますね。あれちょっと水面直下出ないな。一層下入れてみようかね。バイブレーション。昨日というか今朝なんか大騒ぎしてたのあれなんだったの。サイレン。ねえ。いや、なるの部屋の方だなと思ったけど、随分けたたましい目覚まし音を使うんだなと思って。てかもう周りの人に迷惑だから、早く止めないとと思って、これ爆睡してんのかな。いや、これはエマージェンシーだな本当にと思って、どうしようか、様子見に行こうか。いやでもね、女性の部屋だからそれは難しいなと思いながら、俺もうあと1分ぐらい様子見て、ずっと鳴るようならとりあえずドア叩いて大丈夫ってやろうかなと思って、ジーパンを履いたとこで止まったんだよ。捕まると思ったんだ。ポリスがする音じゃないですか。ポリスが来そうな音が。部屋が暖かくなりすぎたのかな、暖房で。で扉開けて温度が下がるから。朝4時にね、怖いね。眠れなかった。私も眠れなかったです。
巻き添えを食いました。うんうん、なるほどね。今度は怒りに変わったわけですね。寝不足だろうからささっといい釣りして早めにお昼寝したいね。自力ストライパー、今昨日の33インチ83、4センチかな。しびれたね。もうバイトから全部が最高だった。ケンさん何ですか？今ブローイン。ブローイン、そこはすりますか？そこの手前はね。何食ってんですかね。ねえ。ちっちゃい小魚いっぱいいるけど。一昨日の河口入った時はね、ブルーの稚魚食ってんだろうなっていう感じはしたけど。ああ、ブルーフィッシュの稚魚。もう明日帰るなんて寂しすぎる。さあ、ブロインの165で飛ばしてお決めよう。飛ぶねやっぱブローインの 140J で 70m ぐらい、140J で J で今5割ぐらいの力で7カラーだったね。165だった、これ65ぐらい。165もう 140S のようなジャーキングリズムとか強さのジャーキングは向かないんだけど、この 125F スリムとか 165F スリムはやっぱりね、こうスイッチングっていうのかな、近い感じでこういうアクションがすごい良くて、パーンって感じで軽く姿勢はそんなに良くないんで、こうベイトが戻っちゃったりいろんな形になって、なんか一見ダメそうなんだけどやってみるとめちゃくちゃ釣れるんで、ぜひこのルアーでしかフローティングであそこまで行くってあんまりないので、まずそこまで飛ばしたところでベイト戻してドーンと食う時が結構リバーシブルスでは多いんで、ストライパーにも効くかもしれない。めちゃくちゃいい。このハイローラーなんだ EX4 っていうのクロット化したね、ハイローラー、文句なしですね。いいね、ローライトグリーン。なかなか全然よく見える。タクメガさんのオリジナルレンズ、オリジナルって言ってたよ、ローライトグリーンってレンズ、この真爪とか曇り空の日なかなかいい性能をしてます。トップ出そう。トップ出そうだよね。前あそこの島周りでポッパーで結構ね、カヤックで回った時にそんなにでかいのは出なかったけど、結構出たからね。確かにもまだ明るくなって1時間半ぐらいだから、まあ、浅瀬に入ってそうですけどね。どういうポッピングが好きなのかな今日は。スプラッシュが欲しいのかな。出そうすっごいですよこれ。なんつうんだろうな、この見えるってのがたまらないよね。0から100への興奮度のマックスの上がり方がいいよね、トップって。ケンさんの過去最高のトップのバイトは何ですか、今のところ。タライロン。タライロンのタライロンアフリカですか？ギアなんです。ギアナです。ニュアンスのね、ソフトボールみたいなルアーがあって、しかも日本のメーカーで、そのニュアンスを川幅が仮に 40m ぐらいだとして、船から両サイドオーバーハング、でオーバーハングの中に、ぶち込んでいくんですよ、そのソフトボールを。ボールだから入っていくわけズババババッと。でリーダーもワイヤーとか入れてるから、枝ごと合わせちゃうのね。なるほど。でこうドスンっつってオーバーハングの中上からぶっ刺して土手に刺すわけで、土手に乗っかってる状態で、赤土の。そこからじりじりやって、イメージはネズミがなんか水を飲みに来たみたいな感じをチャパチャパってゆっくり入水するんだけど、そこドーンと出んのよ。哺乳類食ってもうドッキリしすごいびっくりしたよ。ドバーって出るんですね。ドバーって出んの。それはやばいっす。7キロぐらいのが出るわけよ。それはハマる。何発も見れたんですか？何発もいや何十発も見れた。爆鳥なんで。そういう話聞いて「俺も行きます」って言ってそうなったことがほとんどない。あるじゃないか。パープンだって3日間坊主だったけど、あれから爆鳥でしょ。何十発もって言ったらね、行きたくなるじゃん。
検査に騙されて何度地球の裏まで行ったことか。でもなかなかない体験ができてさ、面白いでしょ。面白いですよ。毎日いいわけじゃないですからね。そうそうそう。釣りは。今回のように気象で一変するわけでね、まあそれはしょうがないじゃないですか、日本でやってても。日本でも一緒です。うん。日本でもロケの日は大体ダメな日。そう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 。なんでなんだか。なんでなんだろうな、あれ本当に。シーバスジャーニーも12年だったかな。うん。合計50回近くやって、うん。いわゆるその前後でドンピシャいい日やってましたっていうのは2回ぐらいしかなかったですよね。あ、そんな確率。あとはちょっとずれてて、はいはい。渋いってなんかやっぱひねり出していくような展開が多い。もうとにかくああいうロケ系はね、いろんな人間スタッフのスケジュールとかもあるから帰らんないしね。そう帰らんないですよね。でまたなかなか魚が出ない時間の緊張感と重圧がいいんですけどね、最終的にはあれがあるから野球選手が公式戦と練習試合みたいな感じの差を多分プロのアングラーはロケと普段の釣り練習として捉えてる人多いと思うんだけど、それぐらい差があるんで、その合間が YouTube で面白いですよね。ちょっとは緊張感あるし、でもやっぱテレビほどの胃の痛くなるって痛くなったことはないんだけど、表現としては胃が痛くなるような妙なプレッシャー。だってカメラがまずなんかさ、肩乗っけてさ 4K のでかい機材ってだけでちょっと緊張するんじゃない？そうですよね。あのレンズの向こうに10万人の視線を感じるじゃないですか。だからやっぱり初めての人はおかしくなりますよね。ブルブルの若手も何人かかな、テレビジョン出ましたけど、最初リトリーブが8回転ぐらいになってますよね。もうガチガチで言葉も硬いし、そう知ってるだけに、僕はケラケラ笑って見てるんですけど。だからマサチ出るかどうかわかんないけど、テレビジョンさんのギアコレとかあるじゃない、室内のさ、テレビっぽいようなスタジオで、あの3カメで狙われてるっていう風なのもなかなかの緊張感だよね。そうですね。逆になんか僕はあの先に店員さんが見えるから、店長さんとかバイヤーさんが見えるから、もう寄っていくもんね、カメラに。ちょっと今ながらで見ないでしっかり聞いてみたいな。一回見ましたけど、向いてるなっていうのとすごいなと思いました。僕はただいい人が、おとなしいいい人が登場したみたいな回になってましたけど、僕も2、3回出たんですけど、あ、そうなんだ。もう台本通りですよ。ああやって台本にもないのにカメラに向かってこう店に行っちゃうとかできないですね。さすがだな。お、なんだっつってそのスタッフ陣も寄りに来るからね、ちゃんとね。なるはできそうだね。できると思うな。だって昨日のパトリックガイドに対するあの感じはすごくいいよ。パトリックがこう僕ら日本人3人に気も使って、これは日本語でなんて言うんだっつって竿上げてとか捕まっててみたいなのを結局は覚えようとした時に、あそこでのなんか余計な日本語吹き込んでました。なるかわいい。そうなるかわいい。待てで途中からまたに変わってましたよね。またとか言って。面白い。あれは死んだと思った俺も。やっぱりあれですね、死ぬ前ってスローモーションになりますね。なるね。あのぐらいの船が、俺もなんだ三好で座ってて、でんぐり返ったわけじゃない、でその時にありえない角度でいた、垂直になったもんな、床が。なりましたね。裏返るって思ったよね。僕も船の左後ろに座って作業してたら、まず三好が上がってでその後右が上がった時に、なんかやっぱ自分長らくボート乗ってるから回復の限界を超えた瞬間が分かるんですよ。これやったと思って慌てて顔上げたら、大量の水の塊が右からドカってきて、でドカットが2つ、特に撮影機材が入ってるドカットが海に落ちそうになったんで、自分一回ここまで使って。要は全部の水が左後ろに1回溜まって、ガンネルこそ水没しなかったけど完全に水深40センチぐらいになりましたね。膝上の中自分の船で立ってる感じで、外出てこうとするドカットを捕まえて、危ないです。釣り具の方は青いバッカの方はなんとかなくしちゃ困るもんはそんなないんだけど、黄色い方はね総額いくら入ってるんだけど、あれ大丈夫だった？レンズとか中大丈夫だった？俺過去に一度だけ経験があって、転覆、しかも北海道で十勝川っていう転覆で、転覆っつうか転覆なんだけど、ゴムボート
ゴムボートでで粒子を流してたら、太い枝が効いてたみたいで、そこになんだゴム棒のど真ん中にがグーッと当たるじゃない、で激流だからそのままこういう感じで行ったわけよ。でゴムボートが垂直に立ったの、で全部流れてんだよ、もう荷物とか。でもこうやって押さえてるわけ。どうしたらいいんだみたいな3人で、でこうなっていくわけよ。まあ下とかはもうびちゃびちゃよ。でタックルも何もかも流れていって、でなんとかそれを、でも足もつかないし激流だから、でそのままこうやってやって、その支点があるわけで、枝の支点、それをなんかこうずらせらんないかなみたいな感じでみんなで後ろに移動したりして、でなんとかクリアしてでも全部流れて全部流れていっちゃって、垂直体験は2回目だね。船底がこう壁になってるみたいな。じゃあ俺も YouTube やってもうすぐ3年経つんですけど、あの時プレ録画ちゃんとオンにしてたんですよ。30秒間30秒前から録画して押したら記録するってやつ押せなかったもん、動揺して。あれ押してたら100万再生だったのに。衝撃のシーンが撮れたのに。男性はなんかね、とっさになんていうの、船がひっくり返りそうになる瞬間にここはどこだとか、水深はとか、周りに船あと3隻いたなとかで、あ、死なないなみたいな直感が一瞬で思いますよね。だから意外と冷静でいられるの。ここ死なないっていう。浮いてじゃもうほんと数分で船が助け来るなみたいな。近くにいたからね、一隻がすごい近かったから、そのなんか記憶がすぐ最初にそれ考えますよね。そうだね。パパママっつって、私アメリカの東の果てで果てます、命尽きますっつって。まあでもそう思ってるような悲鳴だった。あの水はどっから来たの？右から打ち込んできたの？いや、後ろからだよ。後ろのエンジンのこっちから入ってそう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 。右後ろから食らった。で三好までもその川のように流れてたから、俺のバッグとかがブワーッと後ろに流れていって。よかったね、なんもなくて。タックルは俺が全部チェックして、まあいろんなもんが濡れてたけど、釣りはねどうにかなるから。損害があれだ、ティッシュペーパー、ポケットティッシュが3袋ボテッとしてた。それだけで済んだよ。まだ捨ててないで何かに使えんじゃないかと思って開いて干してあるけど、俺部屋に3つあげるから。塩水だから絞ったら私が溺れて死にかけた海水の塩味として使えるんじゃないですか、料理とかで。ダメですね。ダメだ。干潟の方行ってみますか。今何時？まだ8時半だけど。まだ早いね。でも満タンとかのなんか水路みたいになってたじゃないですか。この辺からやって、でだんだん入っていくとか。この川じゃやっぱ水域変えないとダメなんですよね。全く何もないもんな。3日ほど経っても回復して。まあ行くまで多分40分ぐらいかかるから、もっとかかるね、北だから。移動しましょう。移動しましょう。はい、2か所目、一気に北に。そうだね。もう本当のケープコット岬のちょい下ぐらいのね、大きな湾があって、こう水路から今右から左に、残った水が出てくる。多分下げ7分ぐらいですよね。そこが満潮線だから3メーター引くって言ってますもんね。一体だからどの道を通って、ちょうどど真ん中ぐらいにサンドバーが航空写真でも見えてたんだよね。そこに行けるって。そこに行けると。ただそこの前にチャンネルがその目の前にあるんですよ。そこどうやって突破するのかなっていうのをちょっと引いてみないとわからないね。まあまあもうちょい引いたらじゃないですかね。まあだから今の時間はその手前のチャンネルを狙えればいいかなという感じですね。はい。じゃあ早速行ってみましょう。遠浅ですね。追い風で最高。なかなか深そうですよ、先は。お、いいブレイク。あ、なんか跳ねたね。まずは何、ルアー？スカーナッシュ。ああ、僕はポッパーで。ポッパーで。なんか今ライズオンしなかった。お、追い風もらってポッパーはすげえ飛ぶ。左に2人ですね。12センチポッパーが70メーターぐらい飛んできた。距離がおかしい。ポッパーの釣りがあれだね、飛びすぎると見えなくなってダメだね。遠すぎて。反応ないか。ダメか。そしたら1枚下でスネコンかな。ああいうマッチっぽいな。
前回9年前に来た時も同じ9月下旬でしたけど、暖かさが全然違いますね。全然違うね。俺写真さ、当時のフィーモのブログ、自分のブログを見てみたんだけど、T シャツだもんね。ですね。T シャツだってカヤックレンタルしてたよ。今回そんな気分なんない。全くなんないね。カヤックもあれですもんね。別に予定してたわけじゃなくて、そうそうそう。道路沿いにカヤックレンタルだってっつって、どうもね、俺のブログ見直してみたらね、宿のパンフがあって、カヤックのパンフがあったみたい。ああ、そうだった。それでそこ行ってみようっていうことに話聞いてなって、近いから。でなんかいい条件というか借りやすかったですよね。借りやすかったね。ちょっとだけ乗れるみたいな。そうそう。午後からね、半日やったって感じだよね。大した値段でなく、いきなり乗れて、変な講習とかなしで。ベイトはすごいいるな。はい、ナレージ65でいきます。浅いです。やっぱり 1m50 ぐらいしかないか。北海道にこういう景色ってありますか？あるね。釧路の方。そうだね。東道東の方ですか？サロマ湖とかさ。サロマ湖ね。サロマ湖に入ってる流入河川がいっぱい流れ込んでて、それらってほとんどがイトウがいるから、イトウもアメマスも、まさにサルフツもこういった感じのところあるじゃん。ありますね。日本帰ったらシーバス忙しいですよ。これもう始まって。俺も帰ってすぐ東京湾ボートだ。そうなんですよ。でその後が熊本か。あれその間に品川が入ってたね。品川のイベント。こっちはやっぱ深くなっちゃいますね。やっぱそっちから下っていける。そうだな。膝は下ですよね。地形が分かんないから一番最初は地形把握しながらですよね。ガボツレソーガボツ。本当自然豊かな昔のまんまの地形ですね。そこにサンドバーがあるからサンドバーの木型がついてたよね。右ちょっとあと10メートル行ったらめっちゃ浅い。Yeah. Okay. This way? Oh yeah. Yeah. Keep casting the edge. It goes all the way to almost that farm. Oh yeah. So that edge, and you're gonna be fine. Tide's going out. You'll get it's getting shallower as you go. But yeah, the edge starts here. Yes. So you want to start casting that edge, but try to get out there. Okay. Thank you very much. Welcome. Good luck. ケンさんなんて？そこでさ、ちょっと沖が深そうじゃん。あれの手前側をずっと歩いて、それに沿って歩きながら深場を打っていけと。右のね。ほんでトラックの前あたりまで行けるから、っていうことだ。なるほど。なのでまずそこまで歩いて。そうですね。はい。どんぐらい入ったかな？200メーターぐらい。もうそこ水路ですね。多分釣れる場所に来ましたね。これビリビリ来ますよ。さあ、あとは魚がねいてくれれば。10メーター先からどんぶかっていうかこの干潟の水路があって、いよいよ僕らがいるとこももうあと30センチぐらいだから、この水路の中に全部ね魚が集まってくるタイミング楽しい。まさに一昨日の状況と一緒じゃないですかね。ここ一昨日晴れてたからストライパーがこんぐらいの水深泳いでましたよね。そうだね。餌探してて、7時ぐらいのやつね。深い方にもいたんだろうけど見えないけど、浅い方も普通に泳いでましたからね。すごいね、ど真ん中だね。知らない土地で知らない国でね。まあでもこれどんどん下がっていくからもっとここむき出しになるだけだから。今何時だ？12時10分なので1時ぐらいが最干潮で、潮止まりが効いて徐々に上がってきてっていうタイミングで多分これむき出しになると思うから、その時に帰ればまあ大丈夫かなっていう感じ。最後の日沈みながらこの水域にかけたわけですよ。結構理由があってね、この右側が湾奥になってるんだけどすごく大きかったのね。いろいろ選択肢が何個ももういっぱいあって、要は水どれぐらいストックしてるかなっていう風な判断で最終日ここに決めてみました。さあドラマは起こるんでしょうか。
当たんない。めちゃくちゃいい場所なのに、日本のシーバスなら超一級ポイントですね。これを秋冬の夜の下げでここ来たらもうランカー確定みたいなポイントですよね。もうちょいなのかな。3つ水路がここで合流するのすごいよ。ストライパー見たい。同じた先は次の水路と水路の間の浅瀬の上ですね。7瀬なってるから魚ついてるかもしれないし。ケンさんいつもバッグのポケット全部開けっぱなしなんですか？いや今回はね、ここはまず雨降らないかなと思うのと、そんなこと聞くな。いや多分視聴者全員思ってると思う。思ってるか、開いてるよって思うか。ずっと開いてるよね。神渡る時でも開いてますよ。昨日はね、おとといかパトリックに閉められた。でこれさ防水チャックだから硬いのよね。面倒なんだ。だから渡る時はまあ閉めようかなとは思います。テレビジョンのロケとかでも開いたままですか？そんなことはな。ないんか閉めてくださいとか言われます？言われない。言われない？言われない。俺めちゃくちゃ怒られた。でね、テレビジョンの時はうちのところのさ、ベルトバッグだから、あれはジャンプしたりするから閉めないと物出ちゃうからね。あれは閉める癖がついてるんだけど、このバッグに関しては閉める癖ついてない。持ってない。持ち合わせてない。意外と深いですね。ちょっと航空写真見てみようかな。あ、まだここか。あ、なるほどね。いや風も読んで追い風なって完璧なのにな、ポイント的には。ここ駐車場じゃない、でこっち歩いて岸沿いこうやって歩いていったよね、でこの辺からこう渡ってきたわけだ。こう渡ってでこのうっすら見えます、これ L 字に歩いてこの最中、これをこの辺がまたうっすら見えるじゃない。こっちが深くてで対岸なわけですね、ほらこのサンドバー、ここに行けたら面白いなと。ここにカレント水路があって、この辺に魚が確実に通るしという場所ですね。楽しそうでしょ。ちょっと離れたところにね長いサンドバーがあるんだけど、航空写真でね、あれどうやって乗ったらいいんだろう。右も左も深くなってきましたよ。この海域ですからいないってことはないですよね。スネコンの130って何個持ってる？今ですか、2個。2個か。なくなっちゃったんですか？なくなりました。貸しますよ。本当？1時間3ドルでどうですか？いいね。まあどうせ2時間ぐらいしかないから6ドルか。値付けをミス。もらう方が面倒くさい。いや一応ねまだいいんだけど、なんかあれ置いとかないとね不安なんですよ。なるほど。持ってないとなんか嫌じゃん。実績です。ありがとう。よし。もうお守りみたいな気持ちになってきたよ。使ってください。さあナレージで。真ん中がどんぐらい深いかですね。俺らが来たところなんかは浅瀬にやっぱりああいう貝養殖をしてるじゃない。で目の前もそれあるじゃん。それとそれということはここなんだよね。通るのはこの辺の水路だけ、多分ね。でここの黒い筋映るこういう水路、ということは左斜め前ぐらいの、本当すごいこうやってズームしても多分この水路の幅が20メートルぐらいおそらく。で今目の前が養殖網があるわけで、その本当に何メーター40ぐらい飛ばして、そこから20メートルぐらいが多分ピンポイントだと思われます。通ってたらね、そのタイミング多分地合いはもう本当に一瞬ぐらいだと思うんですけど、という考えのもとやってます。当たるかはどうかは分かりません。ただその推測が面白いじゃない。そしたらあそこに打たなきゃ、今打つべきこの時間はどこだみたいなね、そういう釣りの楽しさはありますよね。まあいろんな意味で条件は揃ってないんだけど、まだそのベイトとかこれから細くなっていってどうなっていくか。えぐいの魚が通るルートはもう分かってるんで、そこを丁寧に通し続けるだけ。できれば上から下に上流から下流に泳ぐベイトにしたい。このね最先端の立ち位置から逆風だけど上流方向に投げて流した方が釣れる。活性高かったらこうダウンで散らしても出るんだけど、こんな雰囲気じゃないね。出ないな。めちゃくちゃ出そうなコース。ここ
こは反対側の岬もせり出してて、深みが一回すごい狭まってで開けてくるんで、流れが向こう側にも当たるからこっち側の線の駆け上がりにもいるだろうし、もうこの水路どんどん魚が出ていくタイミングなんでいるはず、通ってるはず。でも本当に今回はボストンまで飛んで車で2時間走ってきたね、このケープコット、アメリカで古く最初に村とか町ができたエリアですよね。だからまだすごい白人の人が多くて老人ばっかりで、レストランもほとんどおじいちゃんおばあちゃんで、多分高齢化とかそういった問題はあるんだろうなとはなんとなく思うんだけど、治安の良さというか静かで穏やかな、若干ヨーロッパに近いねテイストが強いですよね。そう、みんな優しいの。日本も田舎行くとみんな優しいじゃん、そういうのに近いね。なんかアメリカの本当にいい田舎町。最近アジア人ヘイトが激しいってよくニュースでやってるから、どんなもんかと思ってたんだけど全然一回もなかったね。嫌な、気づかないだけかもしれないけど嫌な感じは一回もなかったな。俺が昨日さガソリン入れ行ったじゃん、一人でコインランドリー行って最初のねウォッシング洗ってる間に30分あるんでちょっとガソリン入れてくるって言ったら、多分スパニッシュ系の黒人じゃないけどスパニッシュ系の人が入れてくれたんだけど、俺の拙い英語で英語は苦手なのかみたいなので、ほとんど喋れないなんて言ったら、大丈夫だ、俺も5年前にこの町に来た時は全く英語が喋れなかったっつって、で毎日聞いて毎日話すことが大切だってすごい熱く語ってくれて、分かった分かったっつって、でお前この町来てどれぐらいなんだっつって、まだ4日目だったら「おお!」みたいな感じで「いやちょっと俺が移住してきたと思ってねえか」みたいなどうも会話がずれてて大丈夫やっていけるよみたいな感じで頑張でそれを否定する英語力がないんで「頑張るよ」っつってすごい熱いグッドサインとともにガソリンスタンドでなんかいいやついっぱいいるなみたいな。別があったジョル、まだ名前何だったっけ、ジョルティのもっと釣れるバージョン、ジョルもジョルミンとか言ってなかった誰か。可愛いとダメらしいよね。最初可愛い名前提案したら海外組から却下されました。強い名前にしてくれっつって。ジョルティより食わせに特化して飛距離とかそういったとこはちょっと落ちるんだけど、もう食わせ力半端なかった。夏ずっとテストしてて、シーバスマゴチヒラメ、目魚もいいだろうね。下側のトレブルフックはつけてもつけなくてもいい仕様になってるんで、つけないでやったらいわゆるジグヘッドのね形だから、ハタ類とかもねいいよね。夏はトレブルフックなしでずっとテストしてて、水深7メーターぐらいのとこを投げて1回ボトム取ってからゆっくり引いてると本当にヒラメマゴチはすげえ釣れたな。なぜかシーバスも結構釣れるんでいいなと思って、一回もチェイスもバイトもないのがねちょっと寂しいね。一昨日は結局2キャッチだったけどバイトがあと3回ぐらいあって、チェイスもね 4,5 回見たんで群れの前に立ててないのかもしれないけど、今日この試合ここはベストに近いと思う。間違いなく上空写真で見た通りの位置に来れて、この右側がもう本当に広大な水域なんで、全部干上がってるから、それなりに魚はここにね降りてくるはずですよ。なんか結局スネコンのおやったチェイス、チェイス、ここまで何センチぐらい？いやー50ぐらいだと思う。50ぐらい。おお、ストライパーだ。いた。さあテンション上がってスネコンがハマる。ちょっとワームですか？いやサーフェスのプラグ。サーフェスのプラグ。よしいたぞ。いたのが確認できたらルアーチェンジすっかな。よっしゃチェイスチェイス、おチェイス、お来た来た来た、おっしゃーチェイスチェイス、おチェイス、お来た来た来た、おっしゃーいたいたいたね。試合始まった。やっぱスネコン強い。今ちょっとタイミングの問題だった。もう完全に空気満々のね。いや触んなかった。俺がどかしちゃった感じ。スネコンのやっぱこのパニックダート、もう完全にひったくったと思ったけど、多分俺がちょうどどかしちゃったような感じになっちゃったな。いや大きかったですよ。70ぐらいあった。でかかった。70ぐらいありそうでした。おいいね。太いの。
ネコに反応するのが分かれば絶対取れる。よし、バイト。ああ、乗らね乗らない。そこら辺にいるんすかね。一群れいますね、一群れ。ケンさん、今のバイトは何ですか？スネコン。スネコン。そう、先にバイト取られた。動かし方は激しめ、ゆっくり。いや、ゆっくりでもないかな。ちょんちょん、これぐらい。これぐらいで一回これを入れたらドンってきた。へえ、一瞬普通の S 字を入れるんですね。さあ、これ90にして黒いんじゃダメなのかな。左でボイル。ボイル、おお、一発だけど届かねえな。よし、食った。よっしゃ。あった。大きくはないけどまずはやったやった。自力ストライパー。やった。スタミナがすごいよね。俺取りたくない。責任重大すぎるよ。大事に大事すぎる。大事に大事に。怖い怖い怖い。ちょっともうちょい終わらせてくださいよ。オッケーオッケー。だいぶだいぶこれ外れない。これ外れない。大丈夫だよね。これ外れない。怖い。ちょっと待って、ちょっと息吸わすね。あ、もう大丈夫。もう大丈夫。オッケー、ありがとう。やった。シャー。しゃ。よかった。おめでとうございます。よかったですね、こう。ありがとう。スネコンキくんですよ。釣った場合ボーナス1時間で15ドル加算ですかマジで？逆じゃないの？くれんじゃないの？やった。おめでとうございます。ありがとうございます。ボイルもうちょっといいスプラッシュだったんで、ああ、じゃあまだ、ね、まだまだいいですかなんか。一頭で、うん。目の前で食ったんですか？そう追いかけてきたんだね、あのボイルのやつが。よいしょ。はい、このストライプがさファイト中に見えるとさ、やったってなるよね。ゾワッとする。来たストライプが来た。ゾワッとする、うん、なんかこのシルバーとこのストライプがたまらんね。はい、はい、ありがとうございます。やったじゃないですか、さすがだ。お守りがおかっぱりのファーストフィッシュですね。おかっぱりファーストフィッシュでした。やった。さあ、さよなら。オッケー。ああ、よかった。まずはおめでとうございます。やった。よかった。いやー、こんな果てまで来た甲斐がありますね。嬉しい。一本でした。久々人のでしびれましたね。最後この爪の先が小刻みに触れたもん。ミスったら切腹しなきゃいけないみたいな。よし。さあ、じゃあ俺も続くぞ。試合ですかね。あ、なんか流れが、あ、もうほぼ止まって、止まった瞬間食い立つんだよね。ほぼ止まる寸前、10分前みたいな。うわっ、来てる。うわー、よっしゃ、食ったー。あー、外れたー。くそー、残念。一瞬乗った。でもリズムが分かった。反応させるリズム。激しめに動かしてるんですけど、実はリールはほとんど巻かないでデッドスローで巻いてると、ゆっくりその場で激しくこうダートしながら、だからスネコンがこっちに戻ってくるのはめちゃくちゃゆっくりですね。だけど結構一発一発ちゃんと入れるんで、右に左にダートするのは激しいっていうのが今ちょっと試してみたら一投で反応してきたんで、やっぱ僕らがいる駆け上がりが起点になって、この駆け上がりでもうそれ以上生かしたくないって感じで食ってくるケースだな。要はリアクションで食わせてるパターンですよね。いやー、一瞬乗ったんだけど、サイズはね40センチぐらいだったと思う。ケンさんが釣ったのと同じぐらいで、張り返しが早いな。もう戻ってきましたね。でも一昨日と一緒でこっからが本当の試合なんだよね。酒でもね出るときは出るんだけど、酒でダメなときは大体この上げ返しがいいんだけど、上げ返しは本当に撤収のタイミングを間違うと事故にもなったりするぐらい。今回は深いルートは今度はちょっとだけ深い 10m ぐらいのチャンネル1個
しか降りてきてないんで、そこをね安全に戻れれば安全にっていうのがね、こういう格好だからレストバックの高さって考えると10センチ上がってきたら戻らないとダメかなと。もうちょっと下がるのかと思ったらここまでなんだね。そうですね、もうだいぶ戻してきましたよ。うん。突然チェイスしてくるのが面白いけど読めないですね。うん。その後また無になって、やった。でかい。でかい、おっしゃ、でかい。おあれか、着水丼だよ。お友達もらってもいいですか。70ぐらいあるかな。あるような気がするよ。すごいパワー。おお、いいサイズ。いいサイズ。おお。これはしびれるね。スネコン様ありがとう。うわお、まだまだ元気だね。でかいでね。かいですね。やったー。うわお、いい。着水3弱ぐらいでしたね。ね。ドーンと。よかった。96 MH プロと5ピース。いいサイズ。こうやって俺が釣ったのよりもう一回り大きい。おお、かっこいい。ストライプ。たまんねえ。ナロの方に寄せようかしらね。バレてもいいように。一度見せる。いいとこかかってっから。あ、ケツ外れた。やばいやばいやばい。ケツ外れたけどボディは口の中だよ。よし行きましょうか。怖いよ。もうちょい笑わせてよ。あ、本当。あ、やべえ、1本だ。あ、しかも外か。やべえ。行こうよ。行こうか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おお、怖い。よっしゃー。ありがとう。やったー。やった。あ、じゃ重い。素晴らしい。やったぜ。ちょっとこれをやりたいんだよね。三島メジャー。これ新製品ですからね。あ、冷たい冷たい。おえ、70、あるね。お、うん。 70。やった。70センチ。これはちょっと写真撮りたいな。はい。70だし、結構重い。4キロ、3. 点何キロあるでしょドラマあったね。う。いやまさかって感じだったけど、ちょっとお見せしましょうか。綺麗な魚体を。これがストライパーです。これを釣りたくて来たわけですよ。このキラキラが最高。ね、しかも自力でおかっぱりで、たまんないですね。やった。ちょっと蘇生をしますよ。あー、嬉しい。光当たる側から撮らせて。あ、はいはいはい。外しますよ。バイバイ、またね。よし。やったやった最高の一本でしたね、今ね。潮がなんちゃらなんて話してた時だったね。もうここからの30分だな。あドンピシャの。あ、やったな。さあ、今度は80。おお、まだ欲深い人ですね。釣れる時釣っとけってな、俺のじいちゃんが言ってました。80アップを。いやー、すげえ。いや、嬉しいな。しびれたな、今の一本は。ねえ、最高っすね。最高だね。なんでスネコン好きなんですかね。9年前から変わんないですよね、この圧倒的な強さが。そうだね。日本でシーバス、またこういう風にやってみようかな。なんかブロインとかダーティングだったら他はやっちゃうんですけどね。
これを操作するアングラーが、はい、とにかくなんか癖分かったらすごいやりやすいし、小刻みなシェイクの場合とかさ、はい、いろんな揺らし方がね、ありますよね。でスイミングで S 字とかさ、なんだろうなこのルアー。結局ウェイトが1個も固定されてないから、釣り人次第じゃないですか。そうそうそうね。まあ操作も楽しいしね。あと魚を呼ぶパワーがなんかえげつないな。海外っていうかアマゾンとかでも強いんですよね。強い強い。でもすぐ穴開いちゃうんですよね。穴開いちゃう。本当にね、ちょっとさ、キバ系はダメと、キバ系はダメですか。肉厚にしてほしい。肉厚にしたらこの動きまだ弱くなっちゃいますけど、ね、海外スペックのスネコンが欲しい。なんかやってもいいかもしれないですよね。タイガーフィッシュが一番穴開けるんですか。タイガーはゴラヤスは俺挑戦したことがないけど、はい、そのカショウロとか、あとピラニアとかドラドとか。あんなどんなプラグでも開くんじゃないですか。まあそうなんだけど、やっぱアマゾン用に作ってるやつはそう簡単には開かないです。作ってみようかな。もう一回頑張ろうかな。スネコンは大変なんですよ、作るのが。ウェイトが固定されてないからセオリーがなさすぎて、奇跡のバランスでこの動きが出るんですよね。だから奇跡を起こすまで作り続けるんで、スネコン130なんか800種類ぐらいサンプル作って。本当。でちゃんと一応今後のためにウェイトをここをこうするとこうなるっつって、二重丸丸三角とかつけながらやっていくんですけど、やってた結果全部たまたまなんですよ。こうなんかこの球がここにあるとこうとかそういうのがなくて、1個でも後ろが軽くなると前の4つもバランス崩れるいや引きは楽しそうだったな。さあ潮が逆です。逆にいってます。ケンさんの差強いですもんね。一見入力入れてないで、多分俺がこれぐらい動かしてるのとケンさんの差のクイックイが多分同じぐらいですね。ハイローラー柔らかいんで。いやーでもいましたね、ストライパー。この広大な干潟絶対いると思って来たけど、最初 1,2 時間全く何もないからちょっと不安だったんですけどやっぱいますよね。干潟は日本と一緒で上げ返しでちょいが上がるの早いんですよね。タゲの最後はゆっくりちょいが下がるんですけど、上げ返しはこう上がってくるんですよね。面白い。あ、追ってた。なんかケンさん強いね。でもケンさんにチェイスがあると俺も欲しいシーンが1回あるんだよね。なんかその前までは数分前までもう終わったかなって心の中で思ってたんだけどまだだったな。というただ巻きよりも速い線でね、やったらリアクションでスイッチ入るかなと思ってやったんだよな。ああちょいが上がってきた。ああ名残惜しい。あれなんか魚が走ったように見えたけど、もうなんか幻覚幻覚幻覚だなこれ。幻覚幻聴。セミが聞こえるし海に来れば魚が表層をシュパーッと泳いでるように幻覚が見える。よしケンさんあと3頭。いやー楽しい4日間でした。まだやるんだけどとりあえず1回動画締めですね。よし残念。今日はとりあえずはいってなことでアメリカ東海岸ケープコッド長江4日間お疲れ様でした。ありがとうございました。この後どこかね時間あるからねやるんですけど、1回動画の方はここねポイントは一緒なんで締めたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。日本に戻ります。お出た。ああやっぱいますね。ここ潮抜けた後だから背尻についてそうですよね。よっしゃー。よっしゃー。狙い通りでしたよ。締めようっつって締めたんだけど戻ってきたらまだもうちょいできるねっつって、しかもここ流れ越えててここ絶対たまるよって言って始めたらケンさん速攻バイト。まだちっちゃい生後ちゃんです。いやもうこれは地合いなんで速攻逃がす。はいこんなサイズ1個ちゃんだね。
ストライパーの復興町。あ、どうぞどうぞ。一応見せとこうか。開けて。よし。えい。釣れた、俺も。とりあえず0と1じゃ大違い。すね込み130ばっかり。ちなみにケンさん、体はボロボロですか？最近4日間でだいぶボロボロですか？どこが来ました？肩、腕、足、腰、全部うんだいぶやっちゃったもんね、フルで。船が答えたかな、昨日の。昨日の船で。結構荒れてて、やっぱああいうの慣れてないから、はいはい、ずーっとなんか体緊張しちゃってね気持ち悪さは本当8時とか9時ぐらいまではやばくって、はそれから薬が効き始めたんですけどね。ああ、そっか、酔い止めも飲んで、うん昨日も豪快に寝落ちされましたからねなかなかないよね。なかなかないです。僕も人生で話してて寝落ちしちゃう人は 3,4 回見たことありますけど、そうだなーっつって寝落ちした人は初めてですなんか待っちゃいましたからねえらい貯めてんなみたいな考えてんのかなとか。面白かった。動画撮ってないのを悔やみましたけどワインが美味しかったんですよ。お店のね。はい。お店のワインはアメリカのワインなんですか？どこのだったかな、産地書いてあったけど書いてあったけど忘れちゃったな。割と適当に頼んだんですか？いや、ブドウで頼みました。ブドウの品種で。これまだ触ってこれ出んのかな、足元ね。ここにはついてくると思いますよ。袖ヶ浦の干潟みたいな感じして楽しい。肘が痛い。早く針したいわ。来た。おお、あんな遠くで。いやー、すごい魚遠い。もらう。おしよ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 し。さっきのよりちょっと一回りちっちゃいような重み。いいサイズですね。でもストライパーはジャンプしないからやりですね。そうですね。シーバスのようなジャンプをなんかかかった瞬間一瞬やるぐらいですかね。エラ洗いを一瞬するぐらい。こういうところそっくりですけどね、この逃げ方ここで針が一個ピッて外れるのもそっくりじゃないですかいやー、だいぶ二回りぐらい小さいのに、このパワーはすげえな。おお、なんでそんなに君は疲れないんだ。もういいかな。もうそれ外しちゃうかなと。だんだん価値が下がっていく価値自体は下がってないんですけど、やっぱりあれよりも大きいのがなんつってねって思っちゃいますね。思っちゃいますよね。じゃあリリースしちゃいますよ。はいはいはい、ありがとう。バイバイ。楽しいそれ相変わらずでも楽しいな。魚遠かったよ。遠かったですね。うわ、今日パッキンか。パッキンしないとね。そうですね。名残惜しい時間の感覚がいいですよね。もう生きてるうちにここに来ることはないんじゃないかってとこってあるじゃないですか。あるね。そこでのこういう名残惜しい時間が。じゃあここはね、この後3メーター満ちるからもういられないっていうか、明日このちょいになる頃には僕ら飛行機の中ですもんね。そうだね。じゃあケンさん、ラスト3投でここ終わりましょう。 OK。 一回動画も締めましょう。ケンさんが3キャッチ、うん。私1キャッチで1回目のね、ガイドなし自力兆候をね締めたいと思います。でもなんか俺ここにまた来る気がするちょっとこれはねもういや、最後とはあれ思わないな。はだってもう一回やりたいじゃん、ナイトカヤック。ナイトカヤックもやりたいし、ここは来るわ。もう1回か2回来てもいい場所。人々も優しいし。さあラストです。じゃあまた来ましょう。よし、ラスト。
互い長生きして、前回9年前だから9年後こんなことやれるかな。足腰9年後10年後 65?65? 65か。61還暦か。も65ちょっとぐっと重みがこう増してくるねちょっとまだ想像できないけど、あんま変わってねえと思うわ多分。うそうですね。あそうですね。はい、てなことで4日間楽しいアメリカの釣りを、東海岸の釣りを楽しみました。はい、最終日自力で頑張って県産3本俺1本ということで最高でした。楽しみました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあご指導が締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。どうも。さあ帰るぞ。腹減った。帰るぞ。おお。You want to try one? Yeah, I know. You caught something. There you go. They're so salty. They're so good. They're nice in there for you guys, so you can try. Have a good day. Ah, thank you so much. Thank you so much. Have a good day. Thank you. Oh, Did thank you catch you. anything or no? Did you catch any? Yeah. Yeah. Caught some over there? Oh, good. See the guy up there? Go up there next. Go up Next. where he is. That's where they're next. 何が起きたんでしょうか。爆衝撃っていうかあれはいの始まりは、うんうんあの人に声かけてくるんですよ。でこの道を通っていくんだよっていうところからあそこまで行ってねっていう、それが全部後から考えてみるとの出会いがあれを呼んだんだよね。そうですよね。それが旅だね。本当になんでこんなみんな優しいんだ。それがこれになっちゃうというね。カメラした。